ピンポンパンポン。こちらの注意事項をお読みになり、動画の開始までもう少々お待ちください。待ってる間にチャンネル登録していただきますと、とっても喜びます。お世話様です。バーチャラーキングアキナです。今日は糖尿病動画第2弾。今頑張って糖尿病と向かっている人と、それから高血糖とかね、気になる人にぜひとも最後まで見てほしい動画でございます。あと前回同様、最近ね、ジュースとか飲みすぎだよね、運動してないよねっていう人も最後まできっちり見てちょうだいね。それでは今日のテーマはこちら。糖尿病高血糖のためのアプリグッズ10選。はい、というわけでまずはアプリの方から紹介していきたいと思います。まず何といっても皆さんにお勧めしたいのはこちら、カロミルっていうアプリです。名前の通りカロリーを見ることができるってやつなんだよね。普段の食事を入力していくと5大栄養素がパッと見れるという非常に素晴らしいアプリになっております。まずね、普段の生活とか気になる人はこっから始めよう。普段何をどのくらい食べてるかっていうのを見るだけでも相当ね、こういうところで糖とか取りすぎてたんだなとか思うと思うんだよね。で、他にもね、いろんなアプリがあるんだけども、私のカロミル、このアプリをおすすめする理由はなんといってもオリジナルメニューの登録ですよね。食事サイエンス、食事指導のために入ってくると、やっぱりこの専用のレシピっていうのをいっぱい見るようになると思うんですよ。そういう時にそういうレシピを逐一1回ずつ食材ごと入力したりしないで、1回レシピに起こしちゃう、こういう風な機能がついてます。あと外食なんかだと結構ね、写真撮ったらそのままAI 画像分析っていうのがついてて、すごく入力もしやすかったりするのね。あと後半にも出てくるんだけど、あと運動を記録する機能なんかもついてたりしてすごく便利です。で、このアプリさらに月額課金をしていくといろんなものとね連携するんですよ。体重計とか、それから血圧計とか、そういうものといろんなものと連携できるので、時間がない人はね、ぜひそちらの方も活用してみてはいかがでしょうか。実際に糖尿病とね向き合っていくのに結構お金かかるので、無理のない程度にね活用していただければと思います。はい、で次のアプリ2個目、こちらがですね、ヘルスケア。これね、iPhone にもともと入ってるやつね、ハートマークのやつですね。で、こちらにですね、普段の記録をつけていけば、十分だよね。でもいろんなバイタル、体の数字を記録できるので、とっても便利なアプリになってます。入院中もね、最初は血糖値記録するアプリ、別なものを使ってたんだけど、結局いろんなデータをいっぺんに家族とか、それからね、実家の方に送りたいってなって、このヘルスケアの、まとめのところを編集してパシャッとやって送るっていう生活をしてました。で、今でも運動とかの記録にもすごく便利なので使ってみてはいかがでしょうか。はい、3つ目です。さっきカロミルを紹介してヘルスケアを紹介したので、大体のものはこれで記録できるんだけど、私結構ね、料理長年作ってきたんで、どうしてもやっぱり自分で料理作りたいってことがあるよね。という時にこちらのロレインっていうアプリをおすすめします。日本栄養標準に従って栄養素が計算できるすんごいいいアプリですね。これ本当はね、食品製造業者さんとかもね、使ってもらえるとね、すごい便利だと思うんだよね。使い方はこうやって大分類、中分類、小分類って入力して、最後料理を決めて、名前はね勝手に決めていいんだけどね、食材を打っていくと、はい、ご覧の通りこちら計算してもらえるんですね。で、これをさっき紹介したカロミルの方にレシピとして打っていくと、で、さっきのこのカロミルとロレインを合わせてやっていくと、すんごい便利なのが履歴からね、何を打ったかっていうのをパパーっと入れれるので、マイメニューと履歴っていうのをねフル活用するとすごくね、食事管理楽です。開始する時のね、説明よりはるかに楽ですね。ぜひね、皆さん使える方は使ってみてください。はい、4つ目のアプリです。これはちょっと上級者向けになりますけれども、無料でできるということで超おすすめいたします。ナイキトレーニングクラブ。病院にいるうちから少しずつ使っていた、いわゆる筋トレのアプリです。いろんなね、ワークアウト、フィットネスが載ってますけれども、その中からね、できる範囲で1個ずつ正しいフォームでやっていく、ここがポイントになりますよね。特に病院のベッドの上でもできるようなものもありましたので、できるところから少しずつやってみてはいかがでしょうか。で、ここに至るまで結構ね、最初辛いんですよ。正
途中でもね最後までできなかったりするのね。そういう時にはね、前回の動画でもご紹介したフィットネス系の VTuber の方の動画を参考にしたりとか、今ならね動画とかいろいろ調べてもできますからね。やっぱりこの動画でね正しいフォームを見ながらやるっていうのはね、いろんな筋肉を効率よく動かすっていうことにね生きてくるからね、いいと思いますよ。はい、5つ目のアプリです。これは子供と一緒にやれるやつですね。ラジオ体操のアプリ。こちらのアプリはメインの機能が万歩計になっています。でも下の方にねラジオ体操ってボタンがあって、でそこを押すとラジオ体操が音楽だったりとか、それから、動画でチェックしたりして家族と一緒にラジオ体操ができる、そんなアプリです。しかもねこれ可愛いのがね、終わった後にねスタンプを押せるのね、スタンプ。もうこれだけでちょっとやる気出ちゃうよね。この他にも歩いた歩数に応じて抽選とかあるみたい。興味ある方はやってみていかがでしょうか。はい、では後半です。ここからはグッズになります。ミーフィット。こちらはですね、中国製の、スマートバンドになりますね。時計の機能もついてるんですけれども、心拍数を測って、で歩数とか、それから消費カロリーがわかるってやつですね。今私食事制限の他に、運動指導も入ってまして、1日どのくらい運動しましょうねっていうこともあるので、こういう記録できるものっていうのは非常にありがたい。とはいえ、前半でも喋った通り、糖尿病との戦いで結構お金かかるので、安いものがいいよねと。ということで、こちらなんとお値段4000円のついてきます。スマートウォッチっていうとね、1万円とか1万4、5000円のイメージありますけれども、結構ね、お気軽にカロリーとか心拍数とか測れます。それからウォーキングとか、サイクリングとか、そういうアクティブエクササイズの記録もできますので、普段のね、運動管理に使ってみてはいかがでしょうか。あとは時計としての機能もあるんだけれどね、あとはスマホでもできる機能だけれども、例えば薬の時間になったらブブーってなるとか、それから電話来たらお知らせしてくれるとか、そういう機能もありますので、4000円だったらね、十分ね、機能あると思います。はい、7つ目です。7つ目はこちら。はい、飴なんですけども、基本的に私、間食ダメだって言われてるんですよ。その中で、管理栄養士さんと確認して食べてるのはこちらの、飴。こちらのラカントカロリーゼロ飴ってやつになります。本当にカロリーゼロになってて、糖尿病の方でも、本当にね、甘いものを食べたいなってなった時に、ぜひともおすすめの飴でございます。で、このラカント飴っていうのは、最初ね、いちご味とコーヒー味しかなかったんだけれども、今、いろんな味が出て、最新かな、パイナップル味がね、うまい。これはパイン飴って言ってね、間違いないですね。十分美味しいです。これのおかげでね、精神的に相当楽ですよね。甘いもの食べたいなーっていう時に、これパクって食べれば、落ち着く。あと、炭酸水飲む前に飲むと少しあれだよね、ジュースの気分にもなるよね。で、こちらAmazonでも買えますし、病院とかでも売ってますので、お求めの方いかがでしょうか。くれぐれも、1型糖尿病だったり、症状が多いと、ちゃんとお医者さんの言うことを聞いてから買ってくださいね。はい、8個目です。8個目はこちら、カット油麩。こちらの油麩っていうのは、宮城県は登米市の、ソウルフードでございまして、煮たりね、それから本物にしたりということで使うんですけども、最近ではイスラムの方向けのハラルフードということで、お肉の代わりに使うっていう売り出し方もしております。っていうのを思い出したので、私も試しにね、肉の代わりに使ってみたんですよ。そうすると意外とね、肉食べたい時にね、食べた気にはなるよね。噛み応えだけないけれど、ちょっと油分を含んだものを食べた気分にはなります。くれぐれも食べ過ぎだけ要注意なんだけれども、さっきのね、カロミルとか、それからロレインとかを使って、どのくらい食べても大丈夫かっていうのをね、管理しながら食べてみたらいかがでしょうか。結構ね、出汁出ますんで、それからいつかやろうと思ってるんだけども、メーカーさんによって味が全然違うんですよ、油麩って。薄いものだと北上食品工業さんとか、濃いものだと熊本さんとか、一番有名なところが今回紹介してたね、山形屋さんのね、油麩なんだけども、そのうちね、どっかを取引できるようなことがあればご紹介したいなと思ってます。9つ目です。9つ目はこちら、ポカレモン。ポカレモンですね。いろんなね、糖尿病の本にも、酢の代わりにレモン使っていいよって書いてあるので、結構有名だと思うんですけれども、私のおすすめはやっぱりね、この炭酸水にレモンを絞っておけば、十分ね、すっきりするんだな。これ慣れすぎちゃうともしかするとね、普通の甘いジュース戻らないかもしれないけれども、ちょっと酸っぱめの炭酸水を作ると。で、レモン果汁って、果汁なんでね、糖とかあると思うんで
10個目、最後はこちらですね。私といえばね、普段の配信とかコラボとか大体飲んでるイメージあったと思うんですけども、すごいんですよ、禁酒してるんですよ今で。それでもどうしても飲みたくなる時にこちらサントリーのオールフリーのシリーズのピーってやつで、こちらですね、病院の方に栄養指導の時に実物持ってって管理栄養士に聞きまして、これ大丈夫ですかねって言ったら、今回の食事指導の中で大丈夫ですよということでおすすめの時をいただきました。で、こちらは、まず飲みたい時に飲むと、当たり前だけど、でさっきのねレモンと組み合わせてもねうまいんですよこれね。キンキンに冷やしたノーマルビールにレモンを少々これで結構なね割合でね酔った気にはなりますよね。気がする。さっきの炭酸水とこちらのオールフリーと合わせてね活用してみたらいかがでしょうか。ごめん10個って言ったけど11個もあったわ。これだけ伝えさせて、無調整糖分、最初ね豆乳いいよねっていうことでタンパク質補給とかに使ってたんですけれども、結構ね塩分入ってるんですよね。 0.5g とか 6g とかで、0個までそうっていうかもしれないけど、今私1日 6g 塩分 6g まで回してるので 0.5 とか 0.6 って結構重いよね。なのでこの無調整豆乳ね、味は慣れればうまいです。この無調整豆乳だと塩分0なので結構ね栄養の調整とか簡単にできますので、栄養アプリと組み合わせていろいろやってみてください。というわけで今日は糖尿病高血糖の方へのおすすめアプリグッズ10選と言いながら11個ご紹介いたしました。皆さんにねお伝えしたかったことは、いろんなねアプリとか進んでまして、食べ物も進んでて、今時ね糖尿病っていうからってもう人生も大変だなんていうことでもないよっていうことをねお伝えしたかったんだよね。そうは言ってもかかんないのが一番なんで、普段から食生活、あと何と言っても運動だよね。運動することによって美味しいものが食べられる。運動することによって美味しいお酒も飲めるっていうことで、皆さんね普段から美味しく食べるために頑張りましょうね。それでは今日はこの辺で、今日も一日良い商売を。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録何卒よろしくお願いします。